こんにちは、みえこです。今日もカバンを作りました。今度は四角いピースをたくさんつなぎましたよ。いっぱい入るカバンです。サイコロみたいな形をしています。なのでどの面も同じ大きさのパーツですよ。それでは作ります。このカバンは5センチ ×5 センチの布を全部縫いつないでいるカバンです。では並べますよ。布を同じ大きさに切ります。後からゆっくり見てね。このように並べますよ。並べる枚数間違いのないように気をつけてくださいね。ちょっとだけ配色考えるといいですよ。で、思いつかない人は2色で作ってください。そしたらこれを全部縫います。縫い代は7ミリですよ。順番に斜めに1列ずつ縫います。せっかく配色した順番がずれるのがちょっと残念な時はこのように1列ずつ針を止めて、そして縫います。では斜めに全部縫いますよ。そしたら今度は縫ったものを縫い代の倒れる方向に注意しながら針で留めて、またミシンで縫います。
端から順番に縫います。うっかり縫い代の方向を間違えてしまうことがあるので、端から縫うときれいにできますよ。パッチワークは縫い代の倒れる方向が大切なんですよ。トップができたらアイロンでプレスします。そしたらこの端を切ります。ちょっともったいないです。次に裏布を用意します。そして接着キルト芯を用意しました。裏布の中央に接着キルト芯を置いてアイロンで接着します。アイロンに糊がつくと嫌なのでトップを重ねてプレスしました。ではここでキルトしますっていうか刺繍します。好きなだけ縫ってくださいね。できました。そしたらこれを4枚作りました。次に底を作ります。底はピースワークなしで接着キルト芯と同じ大きさに布をカットします。そして裏布はみんな同じ大きさです。まずは裏布にキルト綿を接着します。そして線をつけた裏布に、裏ですけど表側に出る裏布です。これをミシンで縫います。大きな運針でゆっくり縫ってくださいね。そして縫うときは同じ方向から縫いますよ。
はい、できました。そしたらこの端をアイロンで半分に折ります。4方向全部折ってください。ピースワークした布も同じように折ります。全部折ってくださいね。次にマグネットをつけるための紐ですね。これを縫います。家にあった持ち手の紐、ちょっと色が地味だったので布でくるんでみました。このように折って端を縫ってください。こんな風にね、2本とも縫ってくださいね。次に持ち手の紐を作ります。これも同じように作ります。布の上に置いて針で留めて今度は中央を縫います。こんな風にね、この芯の入っているところの端から5センチのところに印をつけます。両方ですよ。そしたら中心の部分をこのように折って縫います。2本作ってね。ではピースワークしたトップの入れ口をこのように折ってミシンで縫います。1箇所だけ縫いますよ。そしたら半分に折って中央に印をつけます。ここにマグネットをつける紐をつけます。場所はどこでもいいんですが2枚とも同じようにつけてね。次は持ち手の紐をつけます。端がこのように折れてくるのでそこにかからないようにつけます。ミシンでゆっくり縫ってね。針折れそうですよ。
ように作りますよ。そしたらそこに縫います。まずは持ち手の紐をついたパーツから縫います。どこから縫っても OK ですけど、キルト綿と裏布の境目を縫いますよ。そしたら必ず裏布を表に折ってこのように縫います。今度は別の方向を縫います。キルト綿の裏地の境目縫ってくださいね。入れ口部分先に縫うのでした。忘れてました。皆さん先に縫ってね。今度は横を縫います。縫い方同じですよ。パーツが大きくなってくるとだんだん縫いづらくなるので気をつけてくださいね。そして底の近くになるとなかなか縫いにくくなってしまうので、無理してそばまで縫わなくても後から手縫いで閉じても大丈夫ですよ。針で留めて少しずつ縫っても綺麗にできますよ。端まで縫えなかったところは手縫いでしっかり縫ってください。完成です。とってもしっかりしていて使いやすそうですよ。誰ですか？表と裏だけにして全部ミシンで作ろうとしているのは。でもそうすると早くできますよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。